今回は特にですね、股関節周りのビフォーアフター、劇的に改善するストレッチをご紹介していきます。1、2、3、4、5。すごい。だいぶ良くなりましたね。かなり体が熱くなりました。門下生の皆さん、ようこそ。山内です。このチャンネルでは私が長年研究開発した整体テクニック、手技を習熟度ごとに門下生のみんなに伝授していきます。今回はですね、門下生のお客様にお越しいただいてのビフォーアフターストレッチです。今回は特にですね、股関節周りのビフォーアフター、劇的に改善するストレッチをご紹介していきます。今日のゲストである大橋さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。前回ですね、首こりからくる手のしびれを改善するセルフ整体を一緒にね、行わせていただきました。で、あともう一個の悩みとして、股関節周りにもね、問題があるっていうことで、今日は股関節のビフォーアフターをね、一緒に行って、しっかりビフォーアフター、いかに運動によって可動域が改善するかをご覧の方にね、見ていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ですね、股関節周りに問題があるっていう話だったんですけど、はい、特にどういう悩みがありますか？どういう時に痛いとか。たまに右膝が痛くなると、はい、特にここがガチガチ、この外側がちょっとガチガチになってるっていう感じですね。で、実際に股関節の可動域、動きがね、どのぐらいあるかっていうのをちょっとチェックしたいと思いますので、はい、まずですね、はい、股関節の後ろ側の可動域を見たいと思いますので、お辞儀して手がどこまでつくかやってみてください。この辺りですね、はい、後ろの方とか張りますか？そうですね。ちょっと張ってます。後ろの方が張るんですね。OK です。じゃあ今度はこちら座っていただいて、足をね、こういう感じでひねってもらっていいですか？はい。もうそこまでしかいかないですか？吸ってます。結構硬いですね、これね。はい、左側も行きましょうか。はい、通常で言うと、この運動っていうのはこのぐらい45度行きたいんですよ。ちょっとかなりね、可動域に問題があると思います。今ね、お話聞いていると、太ももの後ろも張るし、そしてこのひねり、内旋っていうんですけど、内ひねりにも問題があります。何かっていうと、実は大内転筋、大きな内転筋っていう筋肉の凝り固まりによって、この筋肉っていうのはこうひねるのも邪魔するし、前に行くのも邪魔する筋肉なんですね。で、これが硬いとね、膝周りの活動がすごく悪くなる。で、なぜかっていうと、この大内転筋っていうの、イラストにも今多分紹介してると思うんですけど、大内転筋から始まって膝関節を固定する、特に内側にね、内側広筋っていう筋肉があるんですけど、大内転筋から始まって膝関節を固定する筋肉がつながってるんですね。なので大内転筋がガチガチに硬いと、膝を固定する筋肉もうまくね、働かなくなってしまうんですね。なので膝に問題がある方、もしくはこのひねりが硬い方、そして太ももの後ろが硬い方っていうのは、結構ね、大内転筋が悪さをしていることがね、ほとんどなんですね。なので今日は大内転筋をしっかりほぐして、股関節の可動域がどこまで改善するか行っていくので、楽しみにしていてください。今からですね、大内転筋のほぐし方をお伝えしていきます。これをすることによってね、股関節の可動域が一気に広がるので、楽しみにしていてください。まずね、簡単にセルフ整体する前にね、大内転筋の機能について説明していきます。大内転筋っていうのはね、この座骨から始まって、どこにつながっていくかっていうと、下の方に行って、膝のこのギリギリ内側と、ここまでつながっている筋肉なんです。こんな感じで、イラストにもある通りね、とても大きな筋肉です。なので、大内転筋っていうのは、この筋肉が凝り固まると、どんな問題があるかっていうと、大内転筋を、筋肉を貫通して、血管がハムストリングスで、後ろの太もものこの筋肉に予備的に血流を送ってるんです。だから大内転筋が硬いと、太ももの後ろ、ハムストリングスへの血流が悪くなっちゃうんです。なのでこっちがより硬くなっちゃうんですね。なので太ももの後ろが硬いっ
ハムストリングスをストレッチしても全然改善しないっていう方は、実は大内転筋が硬くなってるっていうことがね、非常に多いです。聞いたことあるかもしれないですけど、脊柱管狭窄症って言って、歩いてると太ももの後ろが張ってきてしゃがみ込みたくなるっていう症状があるんだけど、それ本当の脊柱管狭窄症じゃなくて、それ脊柱管狭窄症っていうのは腰から来てるんですけど、大内転筋が硬いだけで腰は全然問題ないんだよ実はっていう方がね、世の中にたくさんいます。病院に行って脊柱管狭窄症が全然治らないよ、腰痛、あと反り腰の方で腰痛が治らないよって方も、今日大内転筋をやると一気に解消するパターンがあるので、ぜひやってください。あと大内転筋っていうのは膝に向かって走ってるんで、膝周りの筋肉にすごく関係しています。なので歩いていてなんかガクってすぐね膝折れしちゃう方とか、あと膝の内側変形性膝関節症とかで膝が痛い方っていうのも、これぜひねやってもらいたいので、さっきね膝もねちょっと調子悪いって言ったので、実は全身管理にとっても重要な筋肉で、なんだけどあんまり意識して動かしてない。大内転筋ってどこっていう人も結構多いと思いますので、ちょっとねイラストで場所を確認しながら今からね一緒に実践していきます。それではね早速今から実践していきます。大内転筋っていうのはいろんな役割があるんですけど、特に重要なのは太ももを軽く後ろに引いたり、逆にこっから軽く前に持ち上げる、この両方の機能があります。なのであんまりこの大腿四頭筋って大きな筋肉、そして股関節の周りの筋肉に邪魔されずに大内転筋だけをほぐしたいんですね。どうやるかっていうと、ちょっと僕が説明しますね。まずですね、こうやって座っていただいて、この状況で軽くお辞儀します。お辞儀してできる限り足を引いてください。肘で軽く膝、そうですね、こんな感じです。可能な方はもう少し足を後ろに引いてみてください。こんな感じですね。この状態でお尻をこうやってグッて持ち上げるんじゃなくて、少しだけ浮かす。もっともっと少なくです。手のひら1枚分だけ浮かしてすぐ戻してください。上げてすぐ戻す。こうすると何が起こってるかっていうと、この時実は太ももの内側の大内転筋が働いてお尻を持ち上げてくれてる。なのでこうするともうこの大腿四頭筋、大きな筋肉を使っちゃうので、この大きな筋肉を使わないように前屈して、こんな感じでちょっと見てください。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10って10回連続でやっていきましょうか。まあ、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、OK です。素晴らしい。今ね、何が良かったかっていうと、こうやってもね、どうしても持ち上げすぎちゃったり、こうすると膝伸びちゃってるんで、やっぱり大きな筋肉、太ももの筋肉を使っちゃうので、今良かったのは本当にここだけで運動できたので、すごくうまかったです。もうこれたったこれだけなんですけど、これでさっきの前屈をもう一回チェックしてみてください。どうぞ。すごい。だいぶ良くなりましたね。もうこれだけでハムストへの血流も良くなるし、大内転筋も伸びるし、さっきの股関節のひねりの運動、内ひねりの運動をちょっとやってみましょう。お、痛くないです。だいぶうまくね、すごい横にしてごまかしてやってないのでで、さらにできる方は回数を増やしたいので30回連続でやってほしいので、じゃあもう最初からだと思って30回連続でお尻上げをしてみましょう。一緒にいきますよ。できるだけ素早くで、できるだけ持ち上げないようにいきます。せーの、1、2、そうです、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、23、24、25、26、27、28、29。うまい今のもうまいです。そうするとどんどんほぐれて血流も良くなって全身の巡り、太もも痩せとかふくらはぎのむくみ解消とかにもすごくいいので、もちろん股関節にもものすごく効きます。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。今回ね、股関節のビフォーアフター、どうですか？動き変わった感？はい、変わったし、かなり体が熱くなりました。あ、すごい。
もう大内転筋がね活性された証拠ですね。今回の運動どうですか、感想としては。いやもうこれだけでいいのかっていうぐらいすごく簡単で。ですよね。なんか僕の運動ってこれだけで本当いいのかっていう人が多いかもしれないんですけど、まあ狙ってやってるのでね、その分その後の効果期待できますか。今回のねストレッチのポイントは一つ、これだけはね守ってほしいのがあります。それはお尻を上げすぎない。こうやって上げてしまうと、もう大内転筋より大きな他の筋肉が働いちゃうので運動効果が下がってしまうので、一瞬だけ持ち上げる運動を続けてもらうとどんどん太もも周りにねほぐれてくるので、それだけね意識してやってもらえるといいです。かなりね前屈もびっくりしました。ひねりも変わってめちゃくちゃ嬉しかったです。はい、これからねまた継続してもらって、さらに健康体になれるように一緒に動画を通して頑張っていきましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。いかがでしたでしょうか。股関節の可動域ビフォーアフターバッチリ変わったよっていう門下生のみんなは高評価、そしてコメントをどんどんください。またね今回こうやってお客様にこうやって YouTube に出演していただきました。本当にありがとうございます。ありがとうございました。こんな感じでね、みんなもここに来てビフォーアフターや体の不調を改善したいという方はぜひね概要欄からお申し込みいただいて、一緒に私とね大橋さんのように出演していただけると嬉しいです。皆さんのご参加心よりお待ちしています。それではまた次回。